みんな元気なのだ。ずんだもんなのだ。今日ずんだもんがみんなに紹介するのは、火と氷が織りなす美しい国、アイスランドなのだ。実は、このアイスランド、とっても意外な豆知識があるのだ。なんと、この国には嫌われ者の、がいないのだ。刺される心配がないなんて、夢みたいな国なのだ。今日はそんな神秘的なアイスランドから、最新ニュースをなんと3つも紹介していくのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。題して、崖っぷちの師匠、クリストルーン・フロスタドッティルの退屈な中道という主張なのだ。史上最年少の女性首相が国民の信頼を取り戻すために、退屈な中道という大胆な政治を目指しているという、とっても興味深いお話なのだよ。彼女がどんな改革を進めているのか、ずんだもんもワクワクしているのだ。この動画でアイスランドをもっと好きになったり、面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いなのだ。さあ、みんな、魅力あふれるアイスランドの最新情報、一緒に見ていくのだ。北大西洋に浮かぶ神秘の島国、アイスランドを紹介するのだ。グリーンランドの南東に位置し、北緯64度に世界最北の首都レイキャビクがあるのだ。人口はおよそ38万人と少ないながら、独自の文化と豊かな自然の中で暮らしているのだ。9世紀末にバイキングが定住したのが始まりで、世界最古の議会、アルシングを築いた歴史を持つ議会制共和国なのだ。デンマークの支配を経て、1944年に独立を果たしたのだ。主要産業は漁業が盛んだが、近年は氷河や火山、オーロラといった壮大な自然を求める観光業が急速に発展しているのだ。さらに、地熱や水力といった再生可能エネルギーの活用が進んでいて、国内の電力はほぼ 100% 賄っているのだ。これは本当にすごいことなのだ。独特の佐賀文学や妖精の物語が息づく文化も魅力なのだ。近年は火山活動が活発で、地球のダイナミズムを間近に感じられる場所として、ますます世界中の注目を集めているのだ。一度訪れたら、きっと忘れられない感動を味わえる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。50年後も続く平等への戦い、国を止めたストライキの記憶という記事なのだ。1975年10月24日、アイスランドで女性の 90% がストライキ、女性の休日をしたのだ。労働や家庭での貢献が過小評価されていること、同一賃金を求めるためだったのだ。国中がピタリと止まり、男性が初めて家事育児に奮闘する光景が見られたのだ。このストライキは男女平等への大切な一歩となり、その後も何度も繰り返されてきたのだ。活動家のリリアさんは、低い賃金や機会の少なさに不満を抱き、レッドストッキング運動を立ち上げたのだ。ストライキは、休日と表現され、何万人もの女性が参加したのだ。電話もストップし、世界中が注目したのだ。すぐに全てが変わったわけではないけれど、これは男女平等への進化の始まりだったのだ。5年後には、世界初の民選女性大統領が誕生したのも、このストライキがあったからだと考えられているのだ。この歴史はドキュメンタリー映画、サデーアイスランドストゥードスティルになったのだ。監督のパメラさんは、この素晴らしい女性たちの物語が語られていないことに気づき、制作したのだ。映画は多くの女性の証言を集め、集団の力を描いているのだ。2023年のストライキでは、アイスランドが男女平等で世界をリードしているからこそ、まだ完璧じゃないのだ、と世界に示す責任がある、と訴えているのだ。すごいのだ。二つ目のニュースなのだ。ダンスフロアの告白。エニ、M とポール、オスカルの新作アルバムを探る、という記事なのだ。アイスランドのミュージシャン、カル、オスカルさんとベニ、MM さんが新アルバム、アルベグを発表したのだ。2017年に2人とも音楽活動を休止していたけど、
テレビ番組での共演がきっかけで意気投合し、政治的なメッセージと甘いポップが混ざり合った素敵なアルバムが生まれたのだ。パルさんは細部にこだわる完璧主義者、ベニさんは新しいものを生み出すタイプで、最初は真逆に見えたのだ。でも深い対話を通じて信頼を築き、互いの違いを補完しながら曲を作っていったのだ。パルさんはご主人の難民申請問題など個人的な経験から社会問題への発言を強く意識するようになったのだ。アルバム「アルベグ」はいじめや社会的不正義、人権問題など個人的な視点から普遍的なテーマを描いているのだ。ルールや法律よりも私たちの愛は強いのだといった力強い歌詞もあるのだ。これはパルさんのご主人の経験から生まれたものなのだ。二人は世界にはいじめやファシズムのような不穏な雰囲気があるけど、私たちは自分の信念を大切にしてちゃんと声を出すべきなのだと伝えているのだ。このアルバムは個人的な感情と大きな社会問題をつなぐ心温まる、そして力強い作品なのだ。みんなにも聴いてほしいのだ。3つ目のニュースなのだ。崖っぷちの師匠クリストルーン・フロスタドッティルの退屈な中道という主張という記事なのだ。アイスランドの史上最年少師匠クリストルーン・フロスタドッティル氏は国民の政治不信やポピュリズムの台頭に危機感を持っているのだ。彼女は37歳で英在学者としての経験を持ち、これまでの政治家とは異なるタイプなのだ。2021年に初当選し、昨年には社会民主同盟を歴史的勝利に導き、女性が率いる連立政権を樹立したのだ。国民の声に耳を傾け、社会の上層部と国民の乖離を埋めることを重視しているのだ。国家の改革と資源の効率的な利用が安易な解決策を唱える声の台頭を防ぐと信じているのだ。最近の議会では漁業法案をめぐる審議妨害に対し、民主主義の機能を守るために強い姿勢で時間制限を設け、法案を可決させたのだ。これは国民の支持を得たのだ。EU 加盟についても国民の冷静な議論と意思決定を尊重する現実的な立場をとっているのだ。彼女は実務能力を発揮し、国家を機能させることで国民の信頼を取り戻す退屈な中心の政治を目指しているのだ。アイスランドは壮大な自然と豊かな歴史だけでなく、男女平等への粘り強い戦いや社会問題に挑む音楽、そして国民の信頼を取り戻す政治と常に進化し続ける国なのだ。人々の力強い声と精神にみんなもきっと刺激を受けるはずなのだ。ぜひ訪れてその魅力を体感してほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。